はい、今回は1990年に F1 に参戦したライフというチームがあるんですが、W 型12気筒エンジンを積んでました。全く戦闘力を発揮できないで予備予選落ちだけをして撤退してしまったんですけど、どんな目的でそのエンジンを作ったのかということと、なんでチームを作って参戦したのかっていうのを紹介したいと思います。ライフ F190、1990年フェラーリに在籍したフランコ・ロッキが設計したW 型12気筒エンジンを搭載し参戦。8気筒と同じ長さでハイパワーな12気筒、10気筒よりも扱いやすい。車はライフ F190 という車なんですけども、この車何しろエンジンありきで W 型12気筒エンジンを積むために作られた車です。で、そのエンジンはフランコ・ロッキさんっていう方が設計したらしいんです。で、フェラーリに在籍してたってことなんですけど、じゃあ凄腕なのかなって思うんですけど、じゃあいつ在籍してたのかって調べたら、情報がかなり少ないんですけど、1949年から79年とか書いてあったんですね。主に1960年代、70年代にフェラーリでエンジンをデザインしてたようなんです。だから1990年の時点でもう10年以上前の話ということになります。この時点でもう怪しい匂いがプンプンしますよね。これまでもエンジンに関する動画いくつか作ってきましたけど、怪しい雰囲気が強いのは、このロッキーさんのエンジンが一番強いですね。で、なんで W 型という形なのかというと、理屈としては、8気筒と同じ長さで12気筒が作れるっていうことらしいんですね。この時は89年に NA エンジンにレギュレーションが変わりましたけども、ホンダとルノーは10気筒のエンジンを作りましたけど、10気筒っていうのはやっぱり振動が強かったり、ホンダはバランサーシャフトを使ってたぐらいですから、扱いが難しいわけですね。だったら12気筒でパワーを出せばいい。だけど、W 型12ならエンジンの長さを長くしないで、8気筒と同じ長さでコンパクトに作れるよって。だから優れてるんだっていう理屈らしいです。そもそもは89年からの NA エンジン規定に合わせて W 型エンジンをアピールしてどこかのチームに使ってもらうつもりで作ったが無反応。自分たちで参戦して性能をアピールしようと考えたということみたいですね。89年からエンジンは NA だけという風に変わって、プライベートチームは強力なエンジンが欲しいわけですけど、なかなか手に入らないので、そういったチームに向けて、この W 型エンジンをアピールすれば、どっかが使ってくれるだろうと思って作ったらしいんですけど、どこも欲しがらないと。なんで、じゃあ自分たちでレースに参戦して、そのエンジン性能をアピールしようってことみたいですね。F1 のチームも速いエンジンは欲しいわけですけど、リスキーなものは避けたいわけですよね。このエンジンはどう考えてもリスキー度が高いというか、博打のようなエンジンだと思いますけども。どのチームもそういう風に考えたみたいですね。で、参戦するにあたって車体をどうしたかっていうと、前年 F1 参戦に失敗したファースト L189 をベースにライフ F190 を制作。エルネスト・ビータがチームオーナーとして90年に F1 に参戦するも、車体を用意しなくちゃいけないんで、どうしたのかって言ったら、前年に参戦に失敗した失敗作の車、それを譲ってもらって改造したってことですね。で、チームオーナーはエルネスト・ビータっていう人なんですね。だからロッキーさんはエンジンのデザインをしただけで、別に経営してるわけじゃないんですね。エンジンを売ったりチームを運営するのはこのエルネスト・ビータさんがやってるってことです。ドライバーはゲイリー・ブラバムが参戦するも第2戦で辞退。以後、ブルーノ・ジャコメリが参戦。開幕戦でポールから40秒遅れのタイム。サンマリノ GP では7分16秒という記録を残す。こんなリスキーな車を誰が運転したのかなと思ったら、第2戦まではゲイリー・ブラバムが乗りました。だけど、あまりに遅くて、第2戦が終わった時点でいなくなっちゃいました。で、それ以降は、ブルーノ・ジャコメリさんが乗りました。この写真の方ですね。ジャコメリさんはこの時、レイトンハウスのテストドライバーをしてたみたいなんですけど、そのせいですかね。レーシングスーツが
赤なのにレイトンハウスって書いてありますよね。で、この車、とんでもなく遅いんで、遅い方の記録的なタイムをいくつか残してるみたいなんですけど、開幕戦ではポールから約40秒くらい。で、サンマリノグランプリでは1周走るのに7分16秒っていう記録を残してます。まあこれはエンジンが壊れてたみたいなんですけど、壊れたまま1周したんですかね。何しろ車体もひどいようだし、エンジンもまともに回らなかったみたいです。このエンジンは60度の W 型12気筒だそうです。V 型の60度が2個ついてるって感じですよね。この W 型12気筒60度の問題点、私はこう思います。車体内のエアフローが取れない。液パイの真横に吸気。補給類の置き場がない。吸気ボックス容量が稼げない。排気管の自由度も少ない。そもそもエンジンがちゃんと回らない。エンジンが重い。154キロは嘘。車重530キロ。まず最初の車体内のエアフローが取れない。これ写真見てわかる通り、車体の中をエンジンがぎっしり塞いでますよ。だからこれ全く車体の内部風が通らないと言ってもいいぐらいですよね。コローニのスバルエンジンの時も言いましたけど、グランドエフェクトがほぼ発生しないということですね。で、次に液パイの真横に吸気。上側のシリンダーヘッドの排気がその左に出てて、さらにその左に左バンクの吸気のエアファンネルが見えると思うんですけど、むちゃくちゃ空気が熱くなる場所に吸気があるわけですよね。普通吸気温度っていうのは下げたいわけなので、これインテークのエアボックスで塞ぐにしても、その吸気温度を下げたいっていう理屈に逆らってるわけですね。で、次に補給類の置き場がない。これもシリンダーヘッドが3つあるせいで、補給類らしきものが見えないですよね。これエンジンの下側に強引につけてるみたいなんですけど、これじゃあ正確に補給類が動くのかよくわからないし、あと、やっぱり熱もこもっちゃいますよね。で、次、吸気ボックス容量が稼げない。これもスバルの時にも言いましたけど、車体の中にぎゅうぎゅうにエンジンが詰まってるので、吸気のエアボックスもむちゃくちゃちっちゃいんですよね。なので、それで適正なパワーが出るわけがないですね。で、排気管の自由度も少ない。これもスバルほどじゃないですけど、でも狭い中で排気管を3つも通してるので、やっぱり設計の自由度は少ないですよね。で、次にそもそもエンジンがちゃんと回らない。これエンジンヘッドが3つありますけど、一番上のエンジンヘッドはまともに機能しなかったらしいですね。なので、エンジンがパワーあるないよりも、そもそもエンジンがちゃんと機能してない、基本的な動きができてないってことみたいでしたね。で、エンジンが重い。エンジンは154キロっていう風に発表されてたみたいなんですけど、車重は530キロなので、154キロじゃないですよね。多分これ180キロとか、もしかしたら200キロ近くあるのかなって感じがしますよね。まあこんなわけで、エンジンだけでも突っ込みどころが多すぎて、どのチームも欲しがらなかったっていうのが、まあよくわかります。で、結局、第13戦ポルトガルグランプリからジャット CV に変更するも予備予選落ちは変わらず、第15戦日本、第16戦オーストラリアには参戦せず活動終了という結末になりました。まあ、この写真、ジャットエンジンを積んだ状態ですけど、なんか急にスッキリしてますよね。それでも遅いのに変わりはなかったようです。車が前年失敗作だったものを使ってるので、まあ当たり前といえば当たり前です。私このエンジンのことも、ライフというチームのことも、この動画を作るにあたって調べて、初めてまともに知ったんですけども、F1 で戦うっていう意味では、まあむちゃくちゃなチームだなって思うんですけど、でも W 型エンジンがいけるっていう風に思い込むところと、で、どのチームも使ってくんないから、F1 に参戦して、その性能をアピールしようっていう、その行動力がすごいなと思いますね。まともな車でもないし、まともなエンジンでもないし、チームスタッフも素人の集まりだったらしいんですけど、それでも行動して参戦しちゃうっていう、そのチームオーナーのエルネスト・ビータさんの、その恐ろしい行動力は、すごいなぁと思います。これ決してバカにしてんじゃなくて、計算づくで何にも行動しないよりも、とにかくやってやるって行動しちゃうのは素晴らしいと思います。こんな車ダメだ、こんなエンジンダメだって否定するのはね、簡単ですけど。まあ、こんなわけで、今回のこのライフというチームと W 型12気筒エンジンは、技術的には何も紹介できる部分がなかったんですけども、私としては、チームオーナーの素晴らしい行動力に感動したというか、そんな意外な発見がありました。皆さんはどのように感じましたでしょうか？こんなチームダメだって思いましたか？
それとも、こんな面白いチームがあってもいいんじゃないかと思いましたか？その辺、ぜひコメントで聞かせていただけると嬉しいです。今回ここまでです。また何か楽しいネタありましたら動画作りますんで、よろしくお願いします。本当にいつも高評価、コメントありがとうございます。最近特にコメントたくさんの方してくれて、なるべく返してますけど、皆さん本当に F1 に詳しいし、面白いコメントもしてくれるし、非常にありがたいです。高評価もまたお願いします。チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、ぜひお願いします。じゃあまた次回よろしくお願いします。